日私はサロンメンバーさん向けにお料理教室をスタジオでやるんですけれども、その場で作っているだけだとちょっと人数も結構いらっしゃったりして間に合わないので、今から一緒に手伝ってくださる方々と一緒に打ち合わせをしに行ってきます。その前に次女を学校に送ってきます。では行ってきます。行ってきます。行ってきますよね。行ってきますね。砂糖と油とお酢だけ。何のお酢ですか？お酢、米酢。あ、米酢なんだ。そう。すごい綺麗。いっぱい食べられるサラダみたいな。あ、薄かった。テイク2。そうでもない。テイク3。いきます。はい。わあ、美味しそう。これ何が入ってますか？グリーンチーズと、なんかハムと、マスタードリーフ。マスタードリーフからしな。わあ、すごいです。素敵。ありがとうございます。楽しみ。お腹空いた。このはリハーサルのものと、お手製のピクルスとサラダと美味しそうなホットサンドをまかないで出していただきました。帰ってきました。今日はね、夕方までかかるかなと思ってたんですが、お昼過ぎにサクッとリハーサル終わりまして、打ち合わせも終わったので、夜ご飯の買い出しをして帰ってきて、最近は週に1回ピラティス、パーソナルピラティスに行ってるんですけど、それでね、体の姿勢の取り方とかそういうのはすごく歪みとか治ってくる感じがあるんですが、それだけだと36歳ちょっとね、体作りが理想になかなか近づかない、遠回りだなっていう感じが私はあるので、貯金がね少ないですし、なので、最近は週にあと2回筋トレをお家でやってるんです。1時間ずつ。それがすごい、やっぱ筋トレするとすごい効くので、今時間ができたので筋トレをしようと思います。おはようございます。なんかまだちょっと朝の顔っていう感じであれなんですけど、今から、お料理教室をしに行ってきます。実際にこう集まっていただいてお料理教室するっていうのがすごく久しぶりで、ちょっとドキドキしてはいるんですが、何度もね練習してから頑張っていきたいと思っています。では行ってきます。ただ単にカルパッチョのホタテとキウイだけじゃなくて、そこになんか結構のカルパッチョっていう感じなんですけど、ここに新玉ねぎのソースが混ざって、それがすごく奥行きを与えてくれて美味しくなります。オリーブオイル熱してなんか終わりが見えてきましたね。早いですね。ちょっとじゃあこれに話しよう。これで最後オリーブオイルを回しかけるんですけど、これあさこさんがこれあさこさんのかっぱ橋で買ったらしくて、私すごい、似てるのアマゾンで買ったんですけど、最後にこうオリーブオイルとかなんかこうちょっと色のあるなんかソースとか回しかけるときにこうタボタボタボタみたいになっちゃったりするじゃないですか。それがね、これだとすごい綺麗にできるんですよ。で、今日オリーブオイルでやってみるんですけど、これ皆さん買った方がいい。こんな感じ。はい、出来上がりました。で、拍手してもらわなきゃいけないみたいな。こんにちは。1週間の Vlog を撮ろうと思っていたら、次女が熱を出してしまって数日看病しかしていなくてですね、そんなことの繰り返しでなかなかワンウィーク Vlog が撮れなくて、もう週末なんですけど今日はどこ行くんですか？ベビーモンスターっていう子たちの歌うとこを見に。そうだよね。
ベイビーモンスター、大好きなベイビーモンスターのライブに行くので、今からメイクをしてあげようと思います。この間までゾウさんだ、糸巻きがどうだって言ってたこの子がもう口ずさむのはビリオネアとかね、そういうこと言い始めてですね、この間まで糸巻きだったのにねって感じなんですけど、今から可愛く、もっと可愛くしていきます。ママとお揃いしたい。ママとお揃い、ママは今日はこれを使いました。はい、そうです。お客様、そちらに出しますか。お客様お手で大丈夫でしょうか。お客様、はい。ではピンク系で、こっち系でいきましょうか。でキラキラ足りないから、これでキラキラを出す感じでよろしいですか。はい、シュエル上ムルだ。上ムルって言っちゃった。シュウエムラ好きですね、なんか。はい、いきますよ。ではいきますよ。ちょっとこちらを向いていただいて。こんにちは。ちょっとブラシを使っていきましょう。目閉じててね。どうですか？キラキラしてね。可愛いですね。OK ですよ。じゃあアイライナーいきましょうか。これです。綺麗ね。どうですか、お姉ちゃん。お気に入り？楽しい？OK。横浜に到着しました。これから見に行くね。ママも頑張って覚えたよね、ちょっと。でもこうやってしか歌えない。こうやってしか歌えないよ。誰ちゃん見るのが楽しみですか？チキータとアヒョンちゃん。チキータとアッハンちゃん。行ってきます。イエーイ。楽しかったね、乾杯。逃げないで。どうでしたか、ライブは。楽しかったですか？なんかだいぶびっくりしてたじゃない。音大きかったね。最初びっくりしてたよね。めっちゃ音大きかった。音が大きくてびっくりしてたんだ。こんにちは。昨日はですね、ベイビーモンスターのコンサートに行ってきました。私はあんまり知らなかったんですけど、娘の憧れのアイドルということで、いろいろ娘に教えてもらって詳しくなって、予習結構頑張ってして行ってきました。娘は本当にもう行く途中、行くまでの道のりもずーっと歌って喋ってるっていうぐらい超ハイテンションで、でもね、会場に着いてちょっと盛り上がってきた時に結構男性ファンがねうおーみたいな感じになって、それでだいぶ怖くなっちゃったみたいですね。ライブ中は本当にずっと鉄砲玉食らったみたいな顔をずっとしてたんですけど、アンコールの時になってね、やっとだんだん怖くなってきたみたいで、全部歌ってましたね。可愛かったです。でね、ベイビーモンスターさんたちもね、もちろんすごく可愛くて、で途中で彼女たちがね頑張ってきた奇跡みたいな、そういうビデオがね流れたんですよ。でね、一人の子がもう10歳ちょっとで、もう親元離れて、足もね踊ってて痛いし、でもお母さん近くにいないしみたいなこと言ってて、もうその時にね、私はねもう涙腺が緩みまして、もう本当に泣きそうとか思ってでもみんな若いんですよ、周りにいる人とか若いから誰も別に泣いてないんですけど、もう本当に頑張ってるなみんなっていう感じで、だいぶお母さん目線で、そのビデオを境にお母さん目線でねずっと見させていただいて、とっても可愛くて、とっても皆さんね仲良しな感じで良かったなと思いました。でね、今日は朝ピラティスに行って、
私の一番好きな日です。音楽かけて自分の作りたかったものとか、あとオンラインサロン用の試作をしたり、こういうので写真を撮って工程をこう記録しながらレシピを作ったりとか、あと家族への作り置きをしたりですとか、そんなね料理をする日で、とても一日一番のね私の癒しタイムです。日本に長くいると分からなくなりがちなんですけど、やっぱ日本って他の国もね、いろんな国ごとにいいところがありますけど、いい食材がありますけど、そんな中でもね食材の豊富さに関しては本当にピカイチな国だなって思ったんですよね。離れてみて、こういうフキノトウとか菜の花とか、そういう季節のね食材をちょっとね使うだけで、本当にシンプルなものでもなんか素材一つ一つの味がとってもいいから、もうそれを使うだけで季節をね、全ての季節にあるじゃないですか、こういうものが。そういうの楽しめるのは本当によくって、日本のいいところで、私は日本の春なんてもうすごい久しぶりで、5年ぶりとかなのかな。簡単に料理するだけですっごく家庭の味とは思えないようなものができる、そんな食材がいっぱいあるので、ぜひねこういうのね使うに越したことはないと思っています。そしてこれから今途中まで作ってるんですけど、新ごぼうでポタージュにする、ちょっと全然今綺麗じゃない新ごぼうのポタージュと、あとはポテトサラダを、サバ缶としば漬けを合わせたポテトサラダを作りたいなと思って、それを今から作ります。あとはまだ途中だけど、野菜補給にっていう感じで、人参と小松菜と厚揚げのナムルを作ったり、あと明日一日中家を出ていて、帰ってきてすぐご飯にしなきゃいけないので、春キャベツとひき肉のなんかまかないロールキャベツみたいな感じのも準備してから明日は出かけたいなと思っています。だいぶ前置きが長くなってしまいましたが、料理の続きをしていきます。バーミックスとかね、ちっちゃなフードプロセッサーとかでも大体のスープってできますけど、やっぱごぼうはねバイタミックスあるとすごいいいですよね。あと豆とかね、そういうののポタージュは結構繊維とか残りやすいんで、こんなに滑らかに仕上がりました。今夜は和食なので、これは明日の朝とか夜とかに豆乳を入れて飲みたいと思います。うまっ、最高だ。もうめんどくさい洗い物がねもう洗い物が増えるんで、大体ここで冷めてからここでやっちゃいます。大体なんかしば漬けとかってすごいピンクの色で着色料が入ってるのが多いと思うんですけど、これナス、シソ、食塩しか入っていないそうで、すごいシンプルでいいじゃんと思って、色もねちゃんと綺麗だしね、買ってみました。これをね合わせます。先にポテト潰すの忘れてた。こんな感じで非常に美味しい作り置きができました。春らんまんっていう感じで、ふき味噌と新ごぼうのポタージュとサバとしば漬けの大人のポテトサラダです。あとは人参と小松菜と厚揚げのナムル、それから菜の花のからしあえで出来上がりです。子供たちと夫と夕飯を食べるまでちょっと時間が空いてるので片付けて、そうだ、バイタミックスはように洗剤を入れてガーッと回すとすごく綺麗になります。ちょっとレシピをですねまた起こしたりとか、そんなことをして今日は終わりとなります。夜のビールを楽しみに、あともうちょっと頑張ります。今日は一日デスクワークをしてレシピを書いたりとか、
そういうことをしていたんですが、これから久しぶりに夫と2人で夜ご飯に行ってきます。で本当は着替えるんですけど、メイクする時についちゃうと洗えないお洋服着ようと思ってるので、今ちょっと洗える服着てるんですが、白いブラウス、ちょっとシルクのブラウスを着ようと思っていて、そんな白に合う感じのメイクをしてから行ってこようと思います。白いブラウスだと結構メイクもコンサバにしちゃうとすっごくコンサバ、まあそれも好きだったらいいと思うんですけど、コンサバになりすぎちゃうなと思うので、結構かっこよさを入れた感じのメイクにした方が私はバランスとしてすごく好きです。アイシャドウのベースを私ずっと使ってなかったんですけど、というか前なんかどこか違うところのすいません、洗濯機がめちゃくちゃ盛り上がり始めちゃった。大きな声でいきます。他のブランドのアイメイクアップベースを使ったらちょっとまぶたが痒くなっちゃったことがあって、そこから使ってなかったんですけど、もうこれ使うと使わないで全然仕上がりも違うし、色味もよく出るし、あとこう二重幅のね、なんか入り込みがかなり減るので、なんでちゃんと使ってなかったんだろうって思うぐらい、今は毎回メイクするとき使ってます。このスックのアイエンハンシングプライマー、もうつけてから一回こう慣らすとすごくアイシャドウが綺麗につくなと思いました。でこれつけたのでインスタにも載せたすごく気に入っているサンローランの、100番使います。ここのちょっとグレージュっぽい色を入れてかっこよさを出そうと思います。お友達がやってる水東京のブラシ、これなんかすごい使いやすくて、すごい絶妙なグレージュで、グレー感もそんなに強くないしベージュ感もそんなに強くないし、どんなお洋服とかどんなメイクにも似合いやすいアイシャドウだと思います。でちょっと目の下にもつける。ほらもうすでにちょっとかっこいい感じを出してくれる。でも濃すぎなくて使いやすい色味です。あとすごい推しなのがもう一回スックなんですけど、スックジェルアイライナーペンシル、これなんかすごくスルスルっと引けて、でもめちゃくちゃ細いんですよ。でめちゃくちゃ細いし、あとこっち側でぼかせるっていうのがすごくよくって、とてもよく使ってますの04番を使ってます。でなんかかっこいい感じのメイクにしたい時に、私が最近すごくハマってるのが目の下にちょっとラインを入れる。ずっとそれはなんか似合わないかなって思ってたんですけど、最近すごいハマってて、特にねちょっと白いお洋服とかなんかこう甘くなりそうなお洋服の時にするのがとてもバランスがいいと思います。目の下、ちょっと引きすぎないで黒目の下あたりだけに引きます。こんな感じでちょっと目に奥行きを出してくれるような、ちょっと変わったかな、動画でもわかるかな、こんな感じで目の下にちょろっと入れると良いと思います。であと使っている方多分多いと思うんですけど、シャネルのボーンエサンシェルスカルプティング、これハイライターに使います。多分こうやって塗ってポンポンポンみたいなのが基本的な使い方なのかなと思うんですが、こうすると私はよれちゃうのが嫌なので、だいたい指に取って使ってます。鼻も軽く高く見えるようにしておきます。こんな感じです。今日はサンローランとスックばっかりになっちゃったんですが、チークはスックブラーリングカラーブラッシュ01泡音かわいい名前ですよね、つけてきます。目元をちょっとグレージュっぽい感じにして、アイシャドウとリップはベージュにして、あんまり甘くならないように、そして両手なのでギラギラ感のないちょっとミューテッドトーンな感じにしていきますね。これはほんわり色が乗るのでとてもいいです。
こんな感じです。でリップはどこかでご紹介したような気もしますが、サンローランのザ・インクスビニルクリーム620という色をつけます。こんな感じのピンクベージュっぽい色味です。ベージュなんですけど、ちゃんと血色感も出してくれるような感じの色味なので結構よく使ってます。自然光だとメイクはこんな感じです。で今日の服なんですが、エストネーションのシルクのブラウスに、スタイリングスのスーツっぽい感じのパンツ、それからレレボーの、バッグ、いつもはショルダーで使うバッグなんですけれども、そのハンドルを勝手にくるくる短くして私はハンドバッグとしても使ってます。で、ベルトはアローのものですごいヘビロテしてます。癖のあんまり強くないデザインでいろいろと合わせやすいです。とちょっとスリングバッグのシューズで抜け感を出してみました。では行ってきます。お好みで召し上がってください。ゆり揚げの赤貝とお野菜がブルーです。ブルーの梅で和えてます。三重のハマグリと京都の